注文の多い料理店、宮沢賢治。二人の若い男がイギリスの兵隊のような服を着ていました。彼らはピカピカの鉄砲を担いでいました。そして大きな白い犬を2匹連れて山の奥を歩いていました。この山は変だね。鳥も動物もいない。何でもいいから早く鉄砲を撃ちたいな。鹿を撃ったら面白いだろうね。ぐるぐる回ってどさっと倒れるだろうね。そこはとても山の奥でした。案内をしていた鉄砲の専門家も道がわからなくなりました。そしてどこかへ行ってしまいました。山はとても怖いところでした。白い犬たちは気分が悪くなりました。そしてしばらく吠えてから泡を吹いて死んでしまいました。一人の男が犬を見て言いました。僕は2400円も損した。もう一人の男も悔しそうに言いました。僕は2800円も損した。最初の男は顔が青くなり、もう一人を見ながら言いました。僕はもう帰りたい。僕も寒いし、お腹が空いた。帰ろう。そうしよう。帰りに宿屋で山鳥を買っていけばいいよ。宿屋でうさぎも売っていたね。それを買えば狩りをしたのと同じことだ。じゃあ帰ろう。でも大変なことになりました。どっちへ行けば帰れるのかわからなくなったのです。風が強く吹き、草はざわざわとなりました。また、木の葉はカサカサと音を立て、木はゴトンゴトンと揺れました。お腹がすいた。横っ腹が痛いよ。僕もそうだ。もう歩きたくない。歩きたくないね。ああ、何か食べたいな。食べたいね。二人の男はざわざわと揺れる草の中でこう話しました。その時、二人はふと後ろを見ました。すると、立派な西洋造りの家がありました。玄関には、レストラン、西洋料理店、ワイルドキャットハウス、山猫犬という札が出ていました。ちょうどいいね。これは立派だ。中に入ろうよ。
こんなところにあるなんて不思議だね。でも、食事ができるんだろう？もちろんさ、看板に書いてあるよ。入ろう。もう何か食べないと倒れそうだよ。二人は玄関に立ちました。玄関は白いレンガでできていて、とても立派でした。そこにはガラスの戸があり、金の文字でこう書かれていました。どなたでもお入りください。ご遠慮はいりません。二人はとても喜びました。やっぱり世の中はうまくできているね。今日は大変だったけど、いいこともある。このお店は料理を出してくれる。でも、お金はいらないんだね。そうみたいだ。ご遠慮はいりません。というのは、そういう意味だね。二人は戸をして中に入りました。すると、そこは廊下でした。ガラス戸の裏側には、金の文字でこう書かれていました。特に太った方や若い方は大歓迎です。二人は大歓迎と書かれていたので大喜びしました。僕らは歓迎されているね。僕らは若くて太っているからね。二人はずんずん廊下を進んでいきました。すると水色のペンキが塗られた戸がありました。この家は変だね。どうしてこんなに戸が多いんだろう。これはロシア式だよ。寒いとこや山の中ではこういう作りが多いんだ。二人はその戸を開けようとしました。その上には黄色の字でこう書いてありました。当店は注文の多い料理店です。ご了承ください。こんな山の中でもこの店は人気があるんだね。そうだね。東京の大きな料理店もあまり大通りにはないのと同じだよ。二人は戸を開けました。その裏側にはこう書かれていました。注文がたくさんありますけれど、ご了承ください。これはどういう意味だ？きっと料理の準備に時間がかかるけど、待ってくださいということだね。そうだね。早く部屋の中に入りたいな。そしてテーブルに座りたいね。ところが、また戸が一つありました。その横には鏡がかかっていました。そしてその下には長い
柄のついたブラシが置かれていました。戸には赤い字で、お客様、ここで髪を整えてください。それから、靴の泥を落としてください。と書いてありました。なるほど。それは当然なことだね。僕もさっき玄関で山の中の店だから大したことはないと思ったから。この店は礼儀が厳しいね。きっと偉い人たちがよく来るんだろう。二人は髪をきちんと溶かし、靴の泥を落としました。すると、どうでしょう。ブラシを板の上に置いた途端、それがぼんやりと消えてしまいました。そして風が強く吹き込んできました。二人はびっくりしてお互いに寄り添いました。そして戸を勢いよく開け、次の部屋へ入りました。早く何か温かいものを食べて元気をつけないと大変なことになってしまう。二人はそう思いました。戸の内側にはまた不思議なことが書かれていました。鉄砲と弾丸をここに置いてください。見るとすぐ横に黒い台がありました。なるほど。鉄砲を持ったまま食事をするのは良くないね。きっと偉い人がよく来るんだね。二人は鉄砲を外しました。また、弾を入れた革のベルトをほどきました。そして、それらを台の上に置きました。また、黒い戸がありました。そこには、どうか帽子とコートと靴をお脱ぎくださいと書いてありました。どうする？脱ぐか？仕方ないね。ここに来る人は特別な人たちなんだろう。二人は帽子とコートをかけました。そして靴を脱いでペタペタと歩いて戸の中に入りました。戸の裏側にはネクタイピン、カフスボタン、メガネ、財布、その他金属類、特に尖ったものは全部ここに置いてくださいと書かれていました。戸の横に黒塗りの立派な金庫が置かれていました。そこに鍵も添えられていました。なるほど。何かの料理に電気を使うのかもしれないね。金属のものは危ない。特に尖ったものは危ないんだろう。そうだね。見たところ、お勘定は帰りにここでするのかな。
きっとそういうことだね。二人はメガネを外したり、カフスボタンを取ったりしました。そして持ち物をすべて金庫に入れ、パチンと鍵をかけました。すべてを金庫に預けた二人。でも、この店、何かがおかしい。この先、何が起こるのでしょうか。後編もお楽しみに。